はい、こんにちは。今日はインスタって稼げるんですかって質問をこの間いただいたので、それについてお話ししたいなと思います。よく質問いただきますね。DM でいただく時もあれば、普通にお友達とか聞かれることもあるんですけども、インスタってどうやってマネタイズするのとか、インスタって稼げるのってね、やっぱりあんまりわかんない人はわかんないですよね。結論、インスタだけではお金を生むことはできないというか、インスタからお金をもらうっていうことはないですね。YouTube の広告収入とか TikTok も再生数によってお金が入りますが、そういうのはインスタは今のところはないですね。できればこれからもそういう仕組みにはならないでほしいなとは思ってます。やっぱり再生数で稼げるってなっちゃうと、再生数を稼ぐための動画がたくさん出てきちゃうんですよね。それは嘘だったり AI で作ったり過激だったりするので、そうじゃなくて今のインスタのままがいいなと私は思いますけども。ということで、インスタ稼げるのっていう質問についてなんですが、さっき言った通りインスタだけだと稼げない、お金を生むことはできない。じゃあインスタを仕事にしてる人ってどういうことやってるのかっていうと、一つは自分の商品、自分のサービスの集客のツールとして使ってるっていうことですね。だからたくさん更新してフォロワーを増やしてコミュニケーションをとってっていう、それもマネタイズの一つですよね。もう一つは自分の商品じゃなくて他の人とか他の会社の商品サービスを PR してお金をもらうアフィリエイトですね。そういうのもあるし、あとは、やっぱりインスタでフォロワーが多くなって影響力がつくと、そこからまた別の仕事につながったりとか、そういうメリットもありますね。っていう感じで、今挙げた3つかなと思います。インスタで稼ぐ方法はと言われたら。で、1つ目の自分の商品を売るっていうことなんだけど、なかなか自分の商品がある人ってそんなに多くないですよね。って言っても商品って簡単に作れるというか、例えば私だったら日本語のレッスンを自分のサービスとしてます。そんなに大きくこのサービスを伸ばしてるっていうわけではないんですけど、私は主に上級者向けでやってますが、初級の方もたくさんレッスン受けてくださって嬉しいなとは思ってます。本当にこれはすごい楽しい、私にとって楽しいことなので、ただやっぱ時間をたくさん使うことなので、1日レッスンびっしりやるっていうのはできないんだけど、申し込みフォームは、YouTube とかインスタには貼ってあって、そこからお申し込みをいただきます。で、商品って有形サービスと無形サービスがあって、有形って形があるって書きますけど、それは目に見えるものですね。よくあるのは美容師さんが自分のシャンプーとかヘアオイルを売ってたりとか、あとは料理系の人はレシピ本を売ったりとか、それは目に見える商品ね。で、無形サービスっていうのは、私の日本語レッスンも一応無形ですよね。形がないっていう。サービス、今よくあるのはコンサルとかスクールとか、コミュニティとか、そういうのを SNS を通して集客してる人ってたくさんいますよね。で、ちなみにそのインスタが稼げるのかどうかっていう相談をもらったお友達なんですけど、インスタの講座に入ろうか迷ってるっていう風に言ってて、やっぱりそういうのたくさんあるんですよね。インスタを伸ばしていく、インスタで稼ぐための講座、スクールっていうのが、多分これは日本にもたくさんあるし、きっと日本以外にもあるんじゃないかな。で、その集客のために SNS を伸ばしてるっていう形ですね。で、これはだからいくら稼げるのかって言ったら、これは本当に
いくらとは言えないですよね。自分の商品の値段にもよるし、その申し込みがじゃあ月何人入るのかにもよるから、そこはじゃあこれでいくら稼げますよ、フォロワー何人いたらいくら稼げますよとは言えないんだけど、まずは自分の商品をね、しっかり作り込んでいって、で SNS はそれを PR するのに無料で使えるいいツールなので、そこは活用していくべきですよね。で、じゃあ自分の商品がない人は、2つ目の他の人の商品を PR するっていうことですね。これも、いくら稼げるのって言ったら、それもその人によっちゃうし、フォロワーが何人いたら何万円稼げますっていうのもないんだけど、結局制約数だから、フォロワーが多くても誰も買ってくれなかったらゼロだしね。で、これも、ここに関しては私もやってたから話せるんだけど、他の人のサービスを PR するって、アフィリエイトって1件制約したら1000円入りますよとか3万円入りますよとか、そういうのがありますよね。で、これで稼ぐ人はめちゃくちゃ稼ぐんですよ。特に主婦向けとか美容商品とかかな。私はそういうジャンルではないので、そういうのを PR はしないんだけど、そっち路線の人はすごく稼げます。だから毎日毎日インスタのストーリーで、商品を PR してとか、そこで実際にその自分専用のリンクから買ってもらったらいくら入りますよっていうので、月何十万何百万っていう風に入る人はいます。これのいいところは、自分の商品を用意しなくていいし、他の人の商品を実際にいただいてとかで、それを使ってみてその感想。ただこれも、テクニックはいりますよね。ただこの商品おすすめって言ってリンクを貼るだけじゃ変われないし、実際に使ってみたビフォーアフターとか、あとは日頃から発信をしていてフォロワーさんに信頼されるような人になってないと買ってもらえないから、そういう全部の見せ方とか、その動線、商品を買ってもらうまでの動線っていうのを考えて、で毎日毎日 PR してても嫌がられちゃうから、日常のことも発信したりとかしながらファンを作っていく。で PR でお金をもらうっていう、これも仕事の一つですよね。これもだからインスタでのマネタイズって言えるかなと思います。私も数年前はやってたことはあるんだけど、直接 DM とかで、この商品 PR してくださいって言われたりとかね。あとはアフィリエイトのサイトっていうのはあるんですよ。A8 ネットとか、もしもアフィリエイトとか、ちょっとこれ古いのかな。いや、多分この2つは一番大手なんじゃないかな。これ検索したら出てくるんだけど、無料で登録して、で好きな商品を選んで、たくさんありますよ。よくあるのはウォーターサーバーとか、あとは鉄分のドリンクっていうのかな。あとは光回線とか、何でもあります。日本語学校の PR もありますよ。そういうので無料で登録して、で自分専用のリンクをそれで作って貼っておく。でこれは無料でできますよね。無料でできるけど、やっぱり自分に影響力がないと誰も買ってくれないので、これのポイントはもう一回発信して終わりじゃなくて、その商品を毎日でも何回も何回も発信するっていうことが大事ですね。で、商品のリンクをポンって載せるだけじゃなくて、そのリンクにたどり着くまでの投稿っていうのも何回も更新していってっていうのもあるし、いろいろテクニックはあるみたいなんですが、だから私は DM でいただいて、直接企業の社長さんからいただくこともあるし、で私は基本商品提供だけ
のやつは昔もやらなかったし、今はもう一切 PR とかやらないんだけど、やっぱりその制約数にかかわらず、これを作ってくれたらいくらっていう風なものじゃないと、時間もかかりますからね。それは自分で基準を決めてやればいいんじゃないかなと思います。あとはよく女性がやってるのは楽天ルームとかやってますよね。楽天ルームではないんだけど、楽天のアフィリエイトっていうのもあって、それも無料で誰でもできるので、私も実際楽天で私よく買い物するし、いい商品見つけたらみんなにも知らせたいから、でそれを私の個人アカウントの方にハイライトでまとめてありますね。私の実際使ってるおすすめ商品って。でそこはでもそこから買ってもらってもう何万円とか入るわけではないんだけど、毎月なんかちょこちょこね見てくれてるらしくって、そこ全然もう私更新できてないんだけど、でも実際に私が使ってみんなにも使ってほしいなって思うものを置いてるので、そこから買ってくれてるっていうのは嬉しいですよね。こういうやり方もあるけど、もちろんこれで大金を稼ぐっていうことはできないし、ちなみに楽天アフィリエイトは楽天のポイントで入ってくるので、現金が入ってくるわけではないです。他のアフィリエイトは、月末に締めて、多分翌月かな、銀行口座に振り込まれるっていうのがありますね。最初からこういうのを狙ってアカウント作っていくっていうのもいいと思うけど、難しいですね。やっぱりそういうアカウントを作るっていうのは。で、3つ目が、私なんて言ったんだっけ？ SNS のフォロワーを増やして、それを教えるって言ったんだっけな。で、私、この3つ目も私はやってるんですよ。やっぱり影響力があると、それによってコラボしたりとか、全く別の PR とかじゃないけどお仕事が発生したりしますよね。だから、この3つなのかな。インスタで稼げますかって言ったら、まずインスタ単体では無理。自分の商品があるのか、それともこれから作るのか、他の人の商品を PR するのかっていうやり方なのかな。スクールで勉強するとか、そういうのもいいとは思うんですけど、でもやっぱそういうのにね所属すると一緒に頑張れる仲間ができたりとか、何かあったら気軽に質問できるっていうのがあるから悪くはないとは思います。でも私は一切そういうところには入ってなかったし、自分で日々やりながらっていう感じなのかな。結構インスタの最新情報を発信してるアカウントがあったりとかもあるから、そういうのを見つつ、毎日動かしていくっていうことですよね。これは私はいろんな人に言うんだけど、私もインスタ頑張りたいですって言われたら、その頑張るっていうのが仕事につなげたい、マネタイズしたいっていうのであれば、好きなタイミングで好きな時にやって頑張りたいとか、ゆるーく頑張りたいと思ってる人はほぼ無理なんですよ。いかに時間とお金を使うかになってしまって、お金が使えないんであれば時間を使う、インスタに費やす時間ですね。1日10時間とか。仕事してる人は仕事しながらもそうですよね。で、どうしても時間が使えないっていうんであれば、お金を使って代行してる会社とかあるから、ただ全然実績もないしスキルもないところもあるとは思うんだけど、そこでもうお金を払ってプロの人にお願いしてしまうっていうのが手っ取り早いと思います。だからただね、やっぱりゼロから始めるにあたってなかなか月何万円とか
最近多分上がってるからもっと高いと思うんだけど、そのお金を出して自分のインスタをやってもらう。しかも結果が出る確率って結構低いんですよ。一般人がね。もともとちょっと有名でとか、ちょっと知名度があってとか、経営者でとか、そういうのであればポテンシャルはあるし、数字としては伸びやすいんだけど、もういわゆる私みたいな一般人っていう人がゼロから SNS を伸ばしていくってなると難しいんだけど、でも最近思うのは、私もちろん毎日インスタって研究して見てるんだけど、最近伸びやすくなったなって思います。それなぜかっていうと、その自分のターゲットに自分の投稿がしっかり届くようになってるなっていうふうに思います。インスタ側がちゃんとそれを AI でしっかり判定してくれてるんだよね。例えばダイエット、あとは簡単にできるレシピが知りたい人に、そういうアカウントやってる人がいたらちゃんと自分の投稿が届くようになるんですよね。だからそこでしっかりした投稿を作っていれば、そこからアクセスされてフォローされてっていうのが、ちょっと前より今非常にインスタ、それがねすごい優秀になってるなと思います。もちろんユーザーがねたくさんいるから、それをライバルって思う人もいるかもしれないんだけど、それってライバルじゃなくて仲間なんですよね。だからそこがいっぱいいるっていうことは一緒に頑張っていく仲間だと思うからね、きっとフォロワーさんたちも同じような人たちになるし、だからインスタで何か発信したいって思っているんであれば、今から始めるのはすごくいいと思います。本当に自分の興味あるもの出てきますよね。私もいろんなの見てるけど、ハムスター見てる時もあれば、キャラクターが好きなので、なんかキャラクターとかシールの動画が出てきたり、平成グッズのコンテンツが出てきたり、あとはヘアケアとかも気になる時ね、ちょっと見てるとそういうのがいっぱい出てきて、でそこからこの人いいなと思って、フォローはしなくてもやっぱりちょっと動画見るだけでまたその人の動画とか何回も出てきますよね。だからそうね、そういう風に聞かれたら、しっかり向き合って目標を決めて、ゴールを決めて、何ヶ月間でどれぐらいやるっていう行動の目標を決めて、それでしっかりやっていけばアカウントは伸びるとは思います。でもインスタに限らずだけど、がむしゃらに努力しても方向が間違ってたら結果は出ないので、そこの方向をしっかり、調整していくために誰かから教えてもらうっていうのは必要かもしれないね。私も方向性とかは考えたことはないんだけど、それでも今 AI でいろんな投稿を作れたりとかするし、私もクライアントさんのは AI 活用したりはしてるけど、結局自分のリリージャパニーズのコンテンツは AI 使おうかなって思うんだけど、なんかね、本当に必要な情報だなっていうものじゃないとアップしたくないから、たまに全然反響ない投稿もあるけど、やっぱそれは自分で日々リサーチしながらかな。そこがで、結局 SNS って伸びてる投稿をパクってとか、伸びてるアカウントを真似してって言うんだけど、それも大事なんだけど、やっぱり一時情報を発信してる人が伸びるんだよね。AI もさ、最近流行ってるのって動物が喋る AI で作るやつ、なんかマイク、インタビューみたいな感じか。それすごい伸びてて、めちゃくちゃ再生されるんだけど、やっぱそれって最初に作った人が伸びるよね。でもそれを真似して作る人も伸びるよね。ただ一時情報って言って一番最初にやった人ほどフォロワー数とかは増えないけど、やっぱそういう日々
リサーチして真似して、実行してで分析していくっていうのが大事だなとは思います。はい。こんな感じでインスタの、マネタイズ方法について今日はお話をしました。なんか質問とかあったらいつでもコメントとか DM でいただけたらと思います。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。